こんにちは、ズボラ模型と申します。今回はですね、バンダイから出てる、スターウォーズグリーバス将軍のプラモデルを作っていこうかなと思います。スターウォーズのキャラクターの中で一番グリーバス将軍が好きなんですよ。エピソード3で出てきた時に、めちゃくちゃかっこいいの出てきたなみたいな。で、腕4本になって、いやこれこんなんどう勝つんみたいな。めちゃくちゃ強そうやんと思ったら、あれなんか弱くないみたいなそういうちょっと隙があるというか、ちょっとなんでしょうね、抜けてるみたいなイメージがあるのが、愛すべきキャラクター的な感じですごい好きですね。そんな感じで、バンダイのキットを作っていこうと思うんですが、さすがねバンダイっていう感じで、出来が非常にいいんですよね。だからそんなに手を入れずに作っていこうかなと思っております。さて、組んでたらちょっとびっくりしたんですけど、このパーツ何でしょう。黄色と黒の樹脂が混ぜられてるというか一体で成形されてますけど、目なんですよね。これすごくない？こんな感じでね、組むだけでこう目ん玉ができちゃうという、びっくりしましたね。仮組みどんどん進めていくんですが、出来がいいよねぐらいしか正直喋ることがないんで、軽く雑談なんですけど、スターウォーズセレブレーションっていうのを日本でやってるみたいで、全然その正直情報を仕入れてなくて知らなくて、ちょうど編集してる時にやってるみたいで、それをいや、それこそね、エピソード3見てた時期ぐらいにそんなんやってたら、すごいその時の熱量なら絶対行ってたやろなって感じのイベントなんですけど、グリーバス将軍のグッズがねあるみたいで、マグカップが売っててなんなんそれみたいな。グリーバス将軍のマグカップ欲しすぎるやろみたいな感じなんですけどそんな感じで、たまたますごいタイムリーというかいいタイミングで動画出せるんじゃないかなって感じですね。そのマッツ・ミケルセンは日本来すぎっていうねいいんじゃないでしょうか。そんなこんなで話してたら仮組みほとんど終わってるんですけど、やっぱりねちゃんと4本腕になるパーツもしっかりついてて、おなじみのというか嬉しい感じですね。でこのマントのパーツっていうか布がついてまして、この肩の部分のパーツに布をつけて、それっぽいよねみたいなちょっと頑張ったねみたいな感じなんですけどいやでも非常にね、造形はすごくいいです。これで稼働するっていうのもすごいし、これは左に出してるのが結構昔に出てた寿屋のフィギュアなんですけど、それと比べてもね、もう一緒やんみたいな、全然引きを取らない組み立てキットでこの出来はすごいな、しかも可動式でって感じで、もうすごい出来がいいですね。ちょっと恐ろしいな、やっぱりバンダイっていうディズニーの、版権クリアするのはやっぱ伊達じゃないなって感じですね。でそんな感じで今回グリーバス、どう作ろうかなっていうので、ディズニープラスですごいですよ。ディズニープラスめちゃくちゃスターウォーズのスピンオフとか、昔のクローン対戦のアニメとかって久しぶりに見たんですけどね、クローン対戦マジでいいぞ、マジで面白いぞ。でグリーバス将軍がめちゃくちゃ強いんで、これマジでおすすめです。パルパティーン捕まえるところの戦闘の構成がすごくてちょっとびっくりしました。でそのエピソード3だったり、あと最新のねテイルズ・オブ・エンパイアってやつにもグリーバス将軍出てて、令和のグリーバスが見れるんですけど、やっぱりグリーバス将軍といえばライトセーバーブンブン回すところやなと思ったんで、これちっちゃいモーターですね。これを腕に仕込んで、手首かなに仕込んで、ライトセーバーをぐるぐるブンブン回せるようにしてみようって感じです。これがね意外とうまくいきまして、結構思ってたよりうまくいきまして、これの電池ボックスなんですけど、これでモーターに通電させてぐるぐる回したいなってことで、できんのかなみたいなっ
電子工作なんか何十年もやってないんですけど、よくないこれ思ったよりできてないこれ。いやマジでグリーバス将軍の咳の音が聞こえてきましたよ。ドゥーク伯爵から教わった電子工作でジェネラルケノービを倒していきましょう。このね、いや意外といいんですよねマジで。ただやっぱりプラなんでライトセーバーの回転の遠心力に負けちゃうんですよね。ということでこれ100均で買ってきた小物入れなんですけど、ちょっとジオラマにしようかなと。台座にグリーバス将軍を固定してできるだけ動かないようにして、その上でちょっとライトセーバーを振ってもらおうかなと思います。だいたいこの辺かなっていうところに適当に印をつけて、そこにピンバイスで穴を開けていきます。今回このジオラマっていうかサイズ的に B ネットなのかもしれないんですけど、小物入れ使ってやることによって下に本来小物を入れるところに電池ボックス隠せるんですね。配線とか、配線はねどうしてもなんでしょう、体に沿わす形になってある程度は出ちゃうんですけど、真鍮線とか配線とか細いものなんで、そこまで気にならないかなと。ちょっと電池ボックスがね大きいんで目立たないように小物入れの下に隠せるっていうんで結構いいんじゃないかなと思ってこんな形にしております。でグリーバス将軍の方の足にも穴を開けてそれと接続するって感じですね。で足と腰とあと腰にもう一本最終的に追加して、そこそこ揺れないようにはなりました。計4本の真鍮線で固定してあります。さあグリーバス将軍といえば臓器ですね。内臓、このメイス・ウィンドゥに肺を潰されオビワンにブラスターで撃たれと、グリーバス将軍といえば内臓でしょうって感じで造形に気合が入っていたので、このアクリル絵の具ですね U35 とリキテックス適当に混ぜて、ピンク、白にピンクを若干混ぜたものでちょっと今塗っていってます。で次に U35 のキナクリドンマゼンタ、これとさっきの白を混ぜて、ピンクっぽい色で塗っていってます。かなり雑でいいと思います。筆ムラが結構味になるんで。で次にこれ下出るカラーのシェードの、セラフィムセピアかな。で上にビシャーって、ビシャビシャにしていく感じですね。でその上にミスターウェザリングカラーの、この辺の信号機の色を、重ねていくイメージですね。またこれをベシャベシャに塗っていきます。色の名前むずくないか。続けて黄色もですね青と同じようにビシャビシャにして、半乾きの状態で綿棒で、なすっていくって感じですね。で最後に赤色ですね。これでだいぶなんか生物っぽいというか臓器っぽくなるんじゃないかなと。いろんな色を重ねることによってなんとなく深みが出ていい感じになってくれます。最終的にカバーつけたらあんま見えないんですけど自己満足ということでいいでしょう。でちょっと録画のデータが飛んじゃってその場面が飛んじゃうんですけど、これ小物入れの上につけてるのが100均で買ってきたディスプレイベース的なやつなのかな。フィギュア用とかのディスプレイベース的なやつをこれそのまま接着瞬着パテとかでしまして、このままでもういいやんみたいな、ジオラマっぽいやんみたいな感じでどんどんくっつけていってます。でそのベースは一旦置いといて、グリーバス将軍本体の塗装に入っていこうと思います。ミスターメタルカラーのダークアイアンで黒い部分ですね、もうちょっと鉄っぽいというか、プラスチックっぽくない、雰囲気にしたかったのでそれを拭いています。左が塗装後ですね。でこの電子部品というかコードとかモーターとか、これにねラッカーが乗らないんじゃないかなってことで、ウレヒーロブラック、ウレタン塗料ですね、これを塗っていこうと思います。やっぱりこのウレヒーロいろんなものに乗りますよっていうのを売りにしてるんで、問題なく
リード線とかにも塗装を塗ってくれて、でまあそれモーターとか濡れたんで本体に接着していきます。やっぱねモーターちっちゃいんでこれ結構無理やりいってるんですけど、そんなパッと見おかしくはないかなって感じです。そこそこそれっぽくはできたんじゃないかなと思います。でだいたい揃ったんで、全体的にだいぶ適当に、艶消しクリアを塗っていきます。このウェザリングの下地にする感じですね。成型色の上にミスターウェザリングカラーのブラックやらブラウンで、ウェザリングというか雰囲気を出すウォッシング的な感じのことをやっていきます。でテイルズ・オブ・エンパイアのグリーバッシュ将軍がだいぶ汚れてたというか、汚かったんで、ちょっとその雰囲気がいい感じだったので、映画のっていうよりはそっちにちょっとだけ寄せようかなという感じですね。で今回ちょっと黒い手袋をしてるんですけど、ルークに憧れたわけではなくて、手荒れがすごくてこの時期ちょっと動画見苦しいなってなったんで、この手袋をつけてたんですよ。別にこだわりとか汚したくないってわけじゃなくて、このね手袋の滑り止めの部分なのかな、指先のこれがねちょうどいい感じにデコボコがついてて、これで、生乾きのウェザリングカラーを叩くとテクスチャ感がねすごいいい感じになるんですよね。もう思ってもなかった、技ができて、今回かなりこれで雰囲気良くないですか。最終的にこんな感じになったんですけど、この CG っぽさがね出せたんじゃないかなと、不幸中の幸いでしたね。すごいアップにしても綺麗なじゃないか、綺麗な汚しができたんじゃないかなと思います。で黒色の部分にはエナメルのシルバーでスポンジでチッピングをしていってます。なんかドライブラシなのかチッピングなのかみたいな感じですけど、ちょっと派手めにやってますね。激しめに。でどうせジオラマになるんでちょっと雰囲気が出るように激しくシルバーをこすりつけました。で台座に戻ってくるんですが、この台座がね、そのまんまでも割とスターウォーズっぽいなって感じなんですけど、せっかくなんでちょっと仕掛けっていうか工夫をしてみようかなと思いまして、ハンダゴテで穴を開けていってますね。ライトセーバーで切られたというか、グリーバッシュ将軍が、剣ブンブン回してる時ってなんかシュン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 みたいな切った後がね、綺麗なんで、それをちょっと派手めに、誇張した感じで表現しようかなと。で穴を開けた後に、全体をシルバーですね。何なのかな、宇宙船なのか、そういうイメージですかね。なんとなくこうピカピカにしとけばスター・ウォーズっぽいかなみたいな感じで、安直な感じで、これもウレヒーロのシルバーですね。でライトセーバーは、なんとなく表面荒らしといた方が、綺麗に光が拡散するんじゃないかなみたいな感じでやすっております。でそこに、ガイアの蛍光グリーンですね。もともと蛍光色で光ってくれるんですけど、上から蛍光色を塗っていった方がいいだろうということで塗ることにしました。で、蛍光グリーンすぐ見つかったんですけど、蛍光ブルーがねなくて、でしょうがないんで、この蛍光クリアですね、これが透明なんですけどブルーに光るんですよ、ブラックライトで。これでいっかみたいな。こういう蛍光とかね、あとクリアの色ってね、なかなかあれ買ってなかったっけみたいなありがちですよね。でエナメルの蛍光レッドとイエローで台座の方の切られた部分を塗っていこうって感じです。この光ファイバーをこの切られた部分にいっぱいくっつけることによって火花を表現したいと思います。でこれが細いんで接着がねなかなかきつくて、最初瞬着でやろうと思ったんですけど、レジン UV レジンでいくことにしました。先っぽにレジンをつけて、結構ね粘着性なんつったらいいんやろ、ネバネバしてるじゃないですか。で割と保持してる間にUV ライトで固めてあげると、これで綺麗に接着できるんですよね。これでイウォークの毛を植える感じでどんどんくっつけていきました。こんな感じですね。でこれをさっきのエナメルの赤と黄色でどんどん塗っていきましょうという感じです。
先っぽの方とか、途中にちょんちょんちょんって、火花っぽいイメージで赤を塗ってあげるといいんじゃないかなと。でその先っぽに黄色をのせるイメージですね。でそれに対してブラックライトを当ててあげると、こんな感じですよと。初めてやったんですけど、割とそれっぽくなったなって感じです。パッと見はね、雰囲気出てるんじゃないかなと思います。で台座ですね。これも色を塗っておきたかったので、木なんで適当に表面を荒らしてこの上に黒を塗っていこうと思います。でも組み付けて完成だって思ってたんですけど、やらかしてまして回転した時にこの開けた穴にライトセーバーが通るように作ってたつもりなんですけど、適当に目分量でやってたんで引っかかっちゃいまして、ちょっと無理やりなやり方になるんですけど、このブラスターでプラを温めてあげて、無理やり、穴を広げていこうと思います。野蛮な手段だと。そんな感じで、ちょっとしたトラブルもあったんですが、無事完成しました。結構綺麗にできたと思うんで、完成の動画見ていってもらえればと思います。